新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく。新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。はい、こんにちは。今日はですね、歌声を別の人の声にリアルタイムで変えられるっていうすごいソフト、ドリームトニックス社のボコフレックスを紹介します。さらにこのボコフレックスで生成された歌声とこのギターとでリアルタイムでのセッションもやってみたいと思います。これなかなかね未来感あふれる感じなんですけども、多くの可能性を秘めたソフトです。ぜひ最後までお楽しみください。はい。じゃあまずはボコフレックスの基本機能を見てみましょう。今回は同じくドリームトニックスのシンセサイザー V で作成した日本語の女性ボーカルを使って、短い曲を作ってみました。その曲を使ってボコフレックスで声を変えたり、性別を変えたりとかいろいろやってみます。じゃあ元のボーカル、シンセサイザー V で作ったボーカルオリジナルを聴いてみてください。新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく。新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。はい。これが元のボーカルですね。これだけでも十分すごいんですけど、これの声をボコフレックスで変えてみます。はい。ボコフレックス開くと、とてもシンプルな画面なんですけども、これプリセットがたくさんあります。で、プリセットの中から、例えば、今女性の声なので、ちょっとわかんないですけど、このバイブラント、ビブラント、ガーリー J-POP っていうのを選んでみます。新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく。新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。これ元の声がこれです。新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく。新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。こんな風に。もう声自体がガラッと変わっちゃうんですね。ちょっと他のプリセットも見てみますね。例えば他の。もう一回女性のやつをね、選んでみましょう。じゃあこのプリセットを選んでみます。新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく。新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。こういう微妙な違いってもできますし、さっきのように新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく。新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。こういう割とはっきり変わることもできて、実はね、これ面白いのがあって、さっきのこの青い方ですね。これと、この緑の方。これをですね、こう混ぜ具合、モーフィングというかできるんですよ。ちょっとやってみますね。まず、このガーリー J-POP をメインにしてやってみます。で、ちょっといじってみますね。
新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。でですね、ここからちょっと面白い機能があって、こうするとランダムで選べるんですね。ちょっとやってみますね。新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。もうちょっとやってみます。新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。もはやもう声がエフェクターみたいにいじれるんですね。で、他にもプリセットあるので聞いてみます。ラップそうなんだ。こういうのがありますね。ラップにあったやつもあって、これもちょっと聞いてみます。新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。ちょっと今別のトラックも出しちゃいましたけども、すごいですね。で、これ他にもいろいろできるんですが、今女性の声を選んでますけども、男性の声にすることもできます。ですね、単純にここでピッチを変えることもできるんですね。例えば今の状態でここでマイナス12にすると、シンプルに1オクターブ下になります。新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。若干違和感ありますよね。で、これはですね、男性の声のプリセットっていうのがあって、例えば、このムライトメール J-POP にしてみますね。これでオリジナルピッチのままかけると、新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく若干男性が頑張ってる風な感じになってますね。これ例えば1オクターブ下げると結構感じてますよ。じゃあこれ男性の声でやってみますね。新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。この状態で、これさっきの、これを押してですね、直感的に動かすと声が変わります。ちょっとやってみますね。新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。またここでもランダムできます。新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。
すごいですね。新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。はい。こんな風に、もう、声質も変わりますし、歌う性別までも、この違いを簡単に作り出せてしまうのが、ボコフリックスのすごいとこですね。うん。すごい。今は、シンセサイザー V のオリジナルの声を使ってますけども、例えば、自分で歌った声を、別のものに変換したりすることも簡単にできます。これ後で言いますけども、やっぱ使い方には注意が必要ですね。じゃあ次はね、ギターで伴奏してみます。はい、じゃあ次は、ボコフレックスのボーカルに合わせて、ギターでリアルタイムで伴奏をしてみます。成功するかわかんないんですけども、とりあえずやってみますね。新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。はい。聞いていただいた感じで、機械のボーカルと生演奏のギターで、一応成り立ってしまいます。で、あくまでね、このソフトで生成された歌声なのですが、実際にこう演奏している感じとしては、人の歌に合わせて伴奏しているような気分にはなりますね。不思議なことに。で、今これはプリセットの声を使いましたけども、例えば自分の声を学習させるなんてこともできるんですよ。だから、例えばね、シンセサイザー V で、まず上手に歌を打ち込んで、それをボコフレックスで自分の声に変えてしまうっていう、そういうこともできるんですよね。もはやちょっとよくわかんなくなってきてますけども、要は、もちろん録音ではいろんな可能性ができますし、あとリアルタイムでのライブですね。ライブでもいろんなことができるんじゃないかなと。様々な場面で活用できそうですよね。皆さんもね、アイディアがあれば、ぜひコメントで教えてください。はい。では次に、リズムトラック、ドラムとかベースとか、それから、キーボード、そしてギターを重ねて、バンド編成みたいな形で演奏してみます。新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。新しい声の波が動き出して音楽は続いてゆく新たな世界が目を覚ますボコフレックスが世界を変えるのかな。はい。聞いてもらった感じで、これも普通に成り立ってしまいますね。あと、僕のように歌があんまり得意でないミュージシャンが、歌が主役の曲を自分でコントロールして作ることができる。
で、それを発表したり、ライブで演奏したりっていうことができるという。で、ボコフレックスを使うと、やっぱり声を変えられるっていうのはやっぱりすごくポイントなのかなと思いまして、例えば、デュエットの曲を作りたいと。で、一人でデュエットできないけど、例えば自分で全部歌って、あるパートはボコフレックスを変えて声を変えて、もしくはもう性別まで変えてしまって、男女のデュエットみたいなことが一人で制作できるっていう。もうなんかもはやすごいことになってきてるんですけども、もうとにかく可能性としては果てしないですね。はい、ここまですごく便利で可能性のたくさんあるボコフレックスのことを話してきましたけども、やはり、注意点はあります。まず、変換した歌声には電子透かしというものが付けられるので、このデータはボコフレックスを作った音声だと分かる仕組みになる。もうぜひ正しく使ってください。そして、これすごい大事なんですけども、声優さんやシンガーさんの声を勝手に使うのは絶対ダメです。著作権や時間権もありますし、やっぱり倫理的な観点からもルールを守って、クリエイティブな形で活用してください。あと、こういった生成 AI で、今ね、声だけでなくて音楽、絵、イラスト、動画、それからテキストですね。いろんなものが、AI で自動に作れてしまって、とても便利ではあるんですけども、やはり使う上でのルールっていうのは、ちゃんと守っていかないといけないのかなと、強く思っています。はい、いかがでしたでしょうか。ボコフレックスを使うことで、リアルタイムで声を変換し、さらにギターやリズムを組み合わせた新しい音楽の表現を楽しむことができます。ぜひね、自分の作品にも取り入れてみてください。はい。で、次回なんですけども、次回はですね、ギターの音をボコフレックスを使って人の声に変えるっていう試みをしてみます。まあ、どの程度うまくいくかちょっとまだやってないんでわからないんですが、まあ、これ個人的にもすごい楽しみですね。例えばすごいギターならではの感じっていうのは、ボコフレックスでどの程度人の声として再現できるのか。例えばすごく早弾きですね。早弾きをした時にどうなるのかとか、まあ、その辺もちょっとね、個人的に楽しみだったりします。はい。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録、それから高評価の方よろしくお願いします。そして僕が運営する、オンラインサロンは YouTube のメンバーシップからすぐ入れますので、ちょっとぜひチェックしてみてください。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。